皆様ご視聴ありがとうございます。今回の動画は中国広東省深セン市で起きている深刻な話題を取り上げます。深センといえば中国のシリコンバレーと呼ばれ、最先端技術を駆使したハイテク産業の拠点があったり、AI 関連や IT 企業が中国で最も集約された未来都市として発展をしてきましたが、実は表には出ていない闇を抱えた都市でもあります。中国の大都市圏以外の地方では深刻な失業率と不況が進行しており、農村部の若者を中心に求人が少なくて、学歴があっても職に就けない人々が非常に増えています。特に深セン市では地方から仕事を求めてやってきた人々が日雇い労働をして、その日暮らしでギリギリの生活をしている人々が多く住んでいるエリアがあります。そのほとんどが1日15元以下で路上生活を強いられている状況です。皆様がイメージするガジェット先進都市、ハイテク未来都市として輝くキラキラ深センの裏側で、若者が絶望と不安を抱え、限界生活を余儀なくされ、苦しい現状の側面を持つ深センの光と闇を見てきました。それでは最後までご覧ください。明けましておめでとうございます。今私はタイのバンコクスワンナプーム国際空港に着きました。でこれからですね深センに向かいます。深センで滞在します。中国南方航空のビジネスクラスで移動します。すごいね、中国人の団体の人たちがいっぱいいますわ。やっぱり今タイにたくさん来てますね。久しぶりに南方航空乗りますね。うわ、いっぱいだな人が。こちらが中国南方航空のチェックインカウンターです。すごい混んでるわ。ということでサクッとチェックイン完了です。深センまでは2時間も多分ないですね。めっちゃ近いんで、これでビジネスクラスはもったいないんですけど、とりあえず今回取りました。そんな高くないですね。はい、4万ぐらいかな。はい。じゃあ今から優先レーンで出国して、もうラウンジ行きましょう。ちょっとお腹空いてるんで今日はちょっと食べますわ。腹減った。ということで秒で出国終わりです。混んでるんですけど、やっぱこういう時のファストレーンは最強ですね。とりあえずタバコの吸えるミラクルラウンジに行きます。ということでラウンジ入りました。普段はもう食べないんですけど、ここはしかも PP で入れるラウンジだったんで、ミラクルラウンジね、ちょうど良かったです。私タバコが吸えればいいんで。はい。南方航空もスカイチーム出てるからね、もうスカイチーム系のラウンジ入れないんですよね。これだけ食べてもうずっと喫煙所で引きこもろうと思います。それで数チャンネルから本が出ます。現在 Amazon で予約受付中です。これちょっとねサンプルの本なんで中身はまだ白紙なんですけども、一応側が出来上がりました。こんな感じでございます。かなりねちょっと厚みもあって、ページ数だいたい300ページ近くあります。280何ページとか。はい、内容濃いめで、一生懸命私書きましたんで、よかったら予約してください。それではラウンジを出てゲートに行きます。いつもと同じ流れですね。ちょうど1年ぶりとは言わないかな、10ヶ月ぶりとかそれぐらいぶりの新鮮ですね。ということで間もなく搭乗開始です。ขอต้อนรับสู่สายการบินไชน่าเซาเทิร์นเที่ยวบินที่ซีซั่น8076ค่ะちびっ子たちもビジネスクラスなのか、うるさそうだな。没有没有，我是其实你说那里也好。
目の前が子供でした。座席は6の A でビジネスクラスの裏の方ですね。ちびっ子が騒いでおります。おとなしくできない暴れる子供はビジネスクラス乗らない方がいいと思うんですけど、っていうとお金払ってるからいいじゃないかっていう意見もあります。この座席が少し壊れてました。剥がれてます。すごいな、この便のビジネスクラス10人ぐらい子供乗ってるんですけどすごい子供利用率高いビジネスクラスだな。みんな多分裕福なんでしょうね。それで機内食オーダー来まして、シーフードか、何だったっけな、洋食は牛肉でチャイニーズスタイルがチキンだったんで、一番上のシーフード何スタイルかちょっとよく分かんなかったんですけど、一応シーフードを選びました。タイスタイルかもしれないですね。ちょっと出発が遅れておりますね。今ようやくブリッジが外れてますけど、ほぼほぼね満席ですね。ビジネスクラスもエコノミーの方も満席だと思います。すごいたくさんね中国人の方いましたんで、今バンコクにたくさん来てるっていうのは間違いなく本当でしょうね。中国南方航空 CZ8076 航班前往深圳，空中飞行时间为2小时10分。中国人の人たちって本当電話好きですよね。インドの人もそうだけどギリギリまでずっと電話してます。今意識高そうな水をもらいました。みんなに配ってますね。 Ladies and gentlemen, welcome aboard China Southern Airlines. 保证您的安全是我们的首要責任，请您观看安全演示。2026年一発目のフライトが中国南方航空から始まりました。今年も多分中国何回か行くので中国エアラインは何度か乗りますが、前よりはかなりレベル上がってると思いますし、いまだにまだ日本では毛嫌いする人いるんですけど、今日どうなんですかね。別に嫌なら嫌で乗らないでくれた方がいいと思いますよ。みんな好みもありますしね。みんなが逆に乗り始めると値段高くなるんでぜひ ANA JAL 推しの人たち、チャイナ系絶対乗らないよって人はそれで構わないと思います。フライト時間は深センまで2時間10分だそうです。ようやく動き始めました。ちょっとねもう今だいぶ時間過ぎてて20分ぐらいは遅れてますね。Ladies and gentlemen, as you're about to depart, please make sure your seatbelts are securely fastened and your devices are in flight mode or power off. Thank you. 20分ぐらい経ちまして、機内サービスですね。今から機内食が来ると思います。それで機内食来ました。これ魚のソテーみたいなやつですかね。とご飯とスープ、フルーツ、ケーキ、あとこれソムタムかな、エビとかもあります。何の魚かは分かんないですけど、タイかな、スズキかな、白身の魚ですね。はい、美味しそうです。味付けはタイ料理ですね。なんでタイスタイルだったかもしれませんね。白身です。そこまで美味しくないです。今食べて思いました。あと結構パクチーとか効いてますね。飲み物は炭酸水を選びました。男は黙って炭酸水。
land our aircraft will be landing shortly. Please make sure your seatbelt are securely fastened and your devices are in flight mode and power off. Thank you. ということでほぼ定刻ですね。到着いたしました。深センです。来这边，拜拜。谢谢。好，再见。第一个球来了，那你没事，把包包给我，把包包给我。ということで深セン到着しました。ということで無事に中国入国完了いたしました。もう今荷物を持って出てきたんですけど、入国もね質問ゼロでした。無言でスタンプをして終わりです。毎回ちょっとねなんか言われるんじゃないかなと思うんですけど、全然何もないですね。でとりあえず今から配車アプリディディでいつも通りまずホテルの方に行きます。今時間はねもう夕方5時ぐらいですね。はい、行きましょう。深セン空港は久しぶりですね。中国の匂いがしますね、やっぱりね。ここがディディの乗り場ですね。番号で分かりやすい。ということでウエスティン深セン南山、南の山と書くところですね。ここね過去に1回泊まったことあるんですよ、去年。はい、今からチェックインします。Thank you。ということでチェックインの方完了しました。アップグレードはねなかったですね。ただクラブフロアという感じですね。一番安い部屋で撮ってます。部屋はこんな感じ。以前もねほぼ全く同じ感じかな。この部屋に泊まった記憶があります。はい、こんな感じですね。確か正面がテーマパークになっててすごい人がいますね。このビル群やばいよね。でこのホテルの下はショッピングモールになっててっていう感じですね。ということで、ホテルに入りまして、今日ね、移動してきたんですけど、で、今回このホテル、結構安くて1泊14,000円だったんですよね。マリオットのね、ウェスティンは結構高いんですけど、深セン、ちょっと今値段下がってるのかな。修行する人には多分いいと思います。はい。宿泊カウントね、ゼロにリセットされましたんで、年が明けてね、私もまた宿泊ポイントをね、稼いでいかないといけないので、はい、今回こちらのホテルを選びました。おはようございます。翌朝になりました。昨日ですね、バンコクから深センに移動してきて、今から撮影に出かけたいと思います。それで動画のね、冒頭でもナレーションで説明したと思いますけど、中国の深センといえば、中国最先端の街、シリコンバレーとかね、AI 産業、あとドローンとか、ガジェットの街、そういった電子部品とかのね、最先端を行く中国の中でもそういった産業の特区として発展している街なんですが、一方で中国の深刻な経済不況っていうのが、現状として現れている街でもあります。で、いろいろ調べていくと、中国の若い人たちですね、若年層の失業者の方が非常に多くて、1日15軒とかで生活して、いわゆる路上生活者になっている方々っていうのも非常に深センに集まっているというエリアがありますので、華やかなキラキラの都会、そして最先端技術の街という表の顔と深刻な経済不況で、職がない若者たちが溢れるこの2つのね顔を今から、見比べていこうかなと思っております。それではまず最初にですね、深センの、光の部分ですね、輝いてる産業であったりとか、そういった
エリアをちょっとまず見て、で最後闇エリアをちょっと深掘りしていこうかなと思っておりますので、お付き合いください。それで今から、この深センに2025年にオープンした世界初のロボットストアっていうのがなんかオープンしたらしいんですよ。ヒューマノイドロボット、掃除ロボットなどなどみたいな、そういったロボットがこう実際に展示販売されているストアがねあると。でいろいろ体験できるということなんで、これ人工知能とかロボット産業、この深センはかなり力を入れてる場所なんで、まだ取り上げてる人少ないと思いますので、とりあえずそこに行ってちょっといろいろ見ていこうかなと思いますので移動します。それではディディで行きます。もうすぐ来ますね。1分ぐらいで来るもんね。あの車ですね。你好。尾号76。ということで到着しました。ここあれですね、ココパークとかロボットなんちゃらとか、この辺すごいですね。全部あれです。この星の川と書いて、これギャラクシーって英語で書いてあったけど、ちょっと読み方わかんないですけど、このエリアが多分最先端 AI ロボット産業エリアですね。お店がいっぱいあります。この商業施設ですね、星の川なんて読むんだろうねギャラクシーワールドでいいと思う。この中にですねあるんですよ、そのロボットのストアが。もう入り口からありますね、この人工知能 6S 店で。あそこにあるんですけど、机木人 6S 店 100m、 あそこにあのお店に行きたいんですけど、ちょっとこれも気になりますね。ちょっと見てみましょう。すごい近未来感がありますね。すごい半導体、これも商品なのかな、何が何だか分かんないけど、このガジェット好きの人にはたまんないものだと思う。カメラか、これ追跡するカメラみたいなのがあるんだ、人工知能の。すげえな。もうこの辺は全部 AI 応用ロボットみたいな、この囲碁をするロボットとか、すげえ。海外の人も結構来てますね。今お勧めされましたけど、これ AI の翻訳機ですね。もうここで買えるみたい。1300元ぐらいで、これイヤホンタイプで、これは耳につけてたらもう勝手に翻訳されるみたいなやつですね。自動翻訳機能のイヤホンです。この辺全部そうですね。翻訳とか、あと耳の悪い人とかにも全部対応してるやつかな。あとアップルウォッチみたいなやつ。意外と安いですね。400元ぐらい。これすごいね。なかなかまだ取り上げてる日本の YouTuber いないんじゃないですか。AI とかロボットに特化してるストアなんて面白いですね。しかも最新のやつ。この一角には日本の居酒屋がありますね。なぜかサザンオールスターズが流れてますけど、深夜食堂、焼き鳥屋。やっぱ中国の深センとかも日本好きだよね。日本のものばっかだもんな。すごい人だかりができてる。なんだろう。很多的舞蹈没有解锁。那接下来我们就让 Michael 跳一个胜利之舞。我们今ここではロボットのショーを見せてくれてるみたいで、ピアノ弾くやつとか。すごいな。動きがリアルすぎる。これレペゼンですけど
それでこちらがですね、ロボットショップ、2025年にオープンしたばっかりの最先端のロボットショップですね。ちょっとここを見たくて来ました。すごいですよ。その商品の一部が今ここでショーみたいなのをやってると思うんですけど、中入ってみましょうか。すごい、中超綺麗。中国の国旗がいっぱいありますけど、ロボットといえばね、日本も負けてないんですけど、こういうロボットの昔のロボットみたいな感じで、先ほど外にも置いてあったけど、ピアノを演奏することができるロボットとか、これコーヒーを作ってくれるやつですね。自分の写真とかを多分作れて注文できるんじゃないかな。ちょっとやってみましょうか。お金がちょっと必要ですけどね、頼みましょう。どれにしようかな。今ね、コーヒーを WeChatPay で買いました。16元ぐらい、ちょっと高いですけど、ここであれなんだ、好きな写真とかやってくれるのかな。ラテアートですよね。今ですね、ちょっと機械がトラブルがあるということで、今スタッフの方に呼んで対応してもらったんですけど、治らなかったのでコーヒー代返金するから許してくれと言われました。ちょっと見たかったですね。めちゃくちゃ丁寧ですよ、店員の人。翻訳機使ってますけど、なんで今 WeChatPay で払ったんですけど、それの取り消しをするので10分15分かかると言われましたが、別にいいです。はい、大丈夫です。ちょっとね、これ動いてこうプリントしてくれる、このなんかね、自分の好きな写真とかを送って、多分これ買った人たちの写真なんですけど、自分の顔写真のラテアートとかできるみたいだったんですけど、ちょっとできなかったですね。はい、残念。あとはこれ産業用ロボットだけど、多分いろいろ兵器とかにも使えるやつですね。この無人ボート、偵察用の無人ボートとか、水中の偵察用ロボットとか、すごい本格的なドローン、強そうですね、このドローンね。とか、あと動物ロボットみたいなやつとか、アイボとか昔流行りましたよね、日本でもね。これとかすごい、これ攻撃できるやつですよ。ここに、拳銃とかちっちゃいミサイルとか乗せて相手に攻撃したりもできるんですよね。ということで、こんな感じで最先端ロボットストア、ちょっと、軽くですけど見に来ました。それでこの後ね、ちょっとこの場所から離れるんですけど、福田エリアで、ロボットレストランっていうのがあるんですよね。これもなんか最近できたばっからしくて、最先端ロボットレストランっていうのがちょっと面白いなと思ったんで、そっち行って、街中の、方なんですけども、行ってみたいと思います。今いる場所はね、このココパークなんですけど、このココパーク自体もなんか何か所か多分あって、この深センの中ね、中国にも多分いろいろあると思うんですけど、以前街中の方のココパークでトリュフピザとか食べた記憶がありますね。で、このココパークもかなり大きいです。スシローとか、もちろんユニクロ無印、何でも日系のものも入ってるし、すごく雰囲気いいですよ。綺麗ですね。今日土曜日なんでちょっと混んでるかもしれないですけどね、レストランとかが。今からまたディディでレストランに移動します。ちょっと離れてるね、ここから10キロぐらい離れてます、そのレストランまで。このハイテクエリアにはないんですね、そのレストランはね。それで先ほどのロボットストアからですね、タクシーで15分ぐらい来た場所のこちらのショッピングモールの中にオービット1という、レストランがあって、これがね2025年の4月にオープンしたロボットレストランっていうのがあるんですよね。そこへちょっと今から昼飯を食べに行ってみたいと思います。深センはもうショッピングモールだらけですからね。このシティパークっていうショッピングモールですの中にあるんですよね。深センはスシローだらけですね。このショッピングモールにもスシローがあってめっちゃ混んでます。
ちょうどスシローの目の前を通ってですね、ちょっと下った先にオービットバンというレストランがあります。これですね、なんか何でもあるみたいな、洋食系かな、洋食中華みたいな。ちょっと行ってみましょうか。ここです。ということですぐに入れました。おお、なんかね、食事を全部ロボットが運んでくれるみたいなやつなんですよ。すごいハイテク感ある。これまだできたばっかりですからね、結構混んでます。店内はこんな感じ。きっとあれだ、ここ全部通るんですよ、ロボットが。なんかこの黄色いところよりこっちで食べないといけない。ここにロボットが多分来るんですね。メニューはこのあれですね、QR で自分で注文するやつです。それで今オーダー、完了いたしました。WeChatPay しか使えないです。アリペイ使えなかったんで。で今ピザですね、トリュフピザと、フルーツレモンティー頼みました。お水はね、これ無料かと思ったんですけど5元取られてました。テーブルに最初から置いてあるんですけど、なんで全部合わせて89元かな、2000円ぐらいしないぐらいって感じですね。トリュフピザでそれだったら安いんじゃないかなと思って、まあ美味しいかは分かんないですけど、こういう企画もののレストランはね、味そんな微妙な時多いんで。でも洋食ですね、メインが。あと日本のすき焼きもありました。隣の新鮮ファミリーの様子をちょっと見させてもらったんですけども、すごいですね。こんな感じで運ばれてくるんだ。てかこの可愛い女の子がちゃんとスマートウォッチをつけてるのが面白いです。子供用のやつかな。頼んだフルーツティーが来ました。これで25元か。なので500円ぐらいですかね。量はね 800ml って書いてあります。めっちゃでかいです。中国のこのフルーツティー系結構好きなんですよ。量もあるし。でこれが多分今私が頼んだトリュフピザかな。もう光ってますね。なかなか来ないな。あ、今光った。あ、来ましたね。おお。すごいトリュフのいい香りしますけど、かなりペラペラなクリスピータイプのピザですね。めっちゃ薄いわ。まあいいわ、これぐらいで。はい、香りはすごいです。なんか深センはトリュフのなんか料理多いっすよね。前も花さんに教えてもらったトリュフピザもうまかったけど、いい感じです。食事を運んでくれるのはロボットだけど、結局片付けたり蓋を開けるのは店員の人がやるんですね。すごい、めっちゃでかい大ジョッキぐらいある。いただきます。あ、これめっちゃうまいわ。冷たくてうまいトリュフピザ。トリュフの香りはすごいするけど、ピザとしてはそこまで美味しくない。前食べたやつの方が美味しいかな。まあエンタメ要素として楽しむのがいいと思います。このレストランはね、クオリティよりもやっぱり味はちょっと微妙かな。まあ匂いはいいですね。香りがね、トリュフのチーズとかもちょっとなんかもうちょっと量があってもいいのかなと思いました。あとちょっと冷めてますね。ということで、今回の、ね、動画の、今前半部分ですけど、ハイテク産業とか AI とかね、そういった、キラキラ新鮮、イケイケ新鮮みたいな、産業が盛り上がってる場所にですね、ちょっと集中的に行きましたけど、それでこれから本題の深センの闇の部分ですね、イケイケどんどんの深センとはちょっと違う顔ですね。若者たちの失業者が多く、もう絶望に満ちているというね、いう状況が実は
裏側にあるというところで、状況っていうのはちょっと見に行ってみようかなと思っております。華やかでね、綺麗で、先進的な深センの顔とはまた別で、いろいろね、抱えている中国の問題とか経済的な問題で、若者の失業率とかそういったところが顕著に現れているエリアがありますので、そういった部分が目で見て分かる、実感できるようなエリアがありますので、そちらに移動してその様子をちょっと見に行こうかなと思います。ということで、こちら龍華バスターミナルですね、到着しました。こちら、普通のバスターミナルなんですけども、もうすでにおられますけども、職を探してね出てきた若者たちが、職に就けずに、この辺りでホームレス状態で生活しているということで、先ほどまでねキラキラ、イケイケどんどんの IT 都市深センだったんですけども、こちら市内からねだいたい30キロぐらい離れた、場所の郊外にあります。もう全然違うんですよね、空気感が。特に夜になるとこういうところで寝泊まりしてる人たちが多くて、もう若干いるんですけども、若い人たちがっていうのがポイントだと思います。世界中見てもホームレスってね大体若い人少なかったりするんですけども、ホームレスという言葉が適切ではないかもしれないです。日雇いで日銭だけで生活している人たちですね。なんで、仕事は一応ある時とない時があるみたいな。実際はここバスターミナルなんで、バスをね長距離バスとかの発着場になってますから、地方から来る人と、地方に行く人たちで、バスを待ってる人たちもいるんですけど、このターミナルとかこのエリアで、生活している人が多いということで、ちょっとバスターミナル周辺をいろいろ見ていこうと思います。あんな感じでですね、女性の人が安宿をですね勧めてくるんですよ。一泊泊まらないかみたいなので、早速今声かけられました。1日20元とか25元で泊まれる安宿をいっぱいここで紹介してますね。深センの街では見かけない感じの雰囲気ですね。もうね一気にすごいなんか市場みたいになってるな。すごいな。うわ、すごいわ。めっちゃ人いる。ちょっとこの辺はですね、物が盗まれる可能性があるっていうのを今日聞いてるんで、ちょっと財布とか気をつけてください。ここで食事を販売してるんですけども、見えますかね。これ5元飯とか言われてて、貧しい人、お金のない人たちのためにですね、格安の飯を、紹介しているということで、ちょっとこれ後で食べてみたいなと思ってるんですよね。それでですね、今ホテルに、急遽戻ってきておりまして、動画途中で終わってしまったと思います。で、実際、どういうことが起きたのかっていうのをね、今からちょっと説明したいと思います。私の今のテンションを見ていただいたら感じ取れると思いますが、冒頭もね少し説明したと思いますけど、私いろいろ中国、旅行して訪問
いろんなとこ行きましたけど、過去一番やばかったですね。命の危機を感じるぐらい、とんでもないことがあの後起こりました。実際何が起きたのかというと、あのエリアを撮影してたわけですよ。で、動画の中でもね、言ったと思うんですけども、日雇い労働者の人とか貧しい人たちが食べてる、5元弁当みたいな、1食5元で食べれる弁当っていうのを、売ってる屋台があって、で、それをちょっと撮ってまして、で、自分もちょっと食べてみようかなと思ってたんですよね。で、そこのシーンを撮ってたら、ものすごくね、周りの人たちが怒り始めまして、尋常じゃないぐらい、全員男性の方なんですけど、すごい激怒してしまいまして、で、どんどん人が集まってきました。で、ざっと100人はいたと思います。100人から200人ぐらいの人たちに私、一人で囲まれてしまいました。で、もちろんその瞬間から撮影できなかったんですけど、100人以上の人に囲まれて、で、すぐに、警察の方とか来まして、で、ちょっとね、もう、俺、終わったなと思いました、正直言うと。ボコボコにされる可能性もめちゃくちゃありましたし、それ以外にもちょっと、警察が来たっていうことで、もうちょっといろいろ終了かなと、思いました。ただ、とりあえずその100人ぐらいに道の真ん中で囲まれまして、で、警備員というか、今警察と言ったんですけど、警察にもいろいろ種類があってですね、自分もよくわかってないんですけども、とりあえず、警備員としましょう。で、その警備員の人たちが、私の周りをとりあえず取り囲んでですね、めちゃくちゃ怒ってる日雇い労働者とかの方々と私を触れないようにガードをしてくれました。で、ガードしてもらって、私がね、その時から私がもう日本人だと、バレまして、ものすごい、罵声を、浴びることになりました。日本を日本人を侮辱したような言葉をね。でも自分が、そのエリアに分かっていきましたので、まずいことになったなということで、頭真っ白になったんですが、で、何をしてるんだっていうのをそこで、私を守りつつですね、警察とかその警備員の人から、尋問があったんですけど、で、私喋れないので、中国語。すぐに、私の知り合いのですね、一緒にウイグルに行った、伊藤さんって方ね、中国語喋れるんで、すぐに電話して、通訳入ってもらって説明をしてもらいました。で、結局のところ、暴動になる手前で、収まりました。で、とりあえず私をすぐ囲んでるんですけど、その、警察とかガードの人が私を、しっかり守ってもらってですね、この場からすぐ立ち去るようにという、指示を、されまして。で、私は最初もう警察署にも行くのかなというふうに思ってたんですけども、伊藤さんが説明してくれて、私だけちょっと、避難することになりました。その人たちから見えないところにとりあえず、隠れて、で、自分でもうとりあえずこの街から出てくように、このエリアからですね。ということで、急いで配車アプリを呼びまして、で、自分が配車アプリを呼んで待ってる間もですね、だいぶ離れた場所から呼んだんですけど、警察の方が、私を最初尾行されてると思ったんですけども、後から聞きましたところ、変な人がね、外国人の私に襲いかかってこないように見張っててくれたみたいです。一応、すごいね、丁寧な扱いを、警察の方がしてくれたんですよ。で、最初自分はもう、問題を起こしたっていうことで、ちょっとね、警察沙汰になるのかなと思ったんですが、すごく、外国人旅行者の私に対してですね、丁寧な対応、忖度なく言います。本当に丁寧な対応を警察の方がやってくれました。なんで、自分の中のその最初の恐怖は、もう殴られて襲われるかもしれないっていうのと、その警察にもなんかいろいろ言われるんじゃないかと思ったんですが、警察の方はすごく守ってくれました。これ本当です。皆さんイメージがね、なかなか中国に対して悪いので、警察とかからも何か、されるんじゃないかっていう思ってる人いると思いますが、ちゃんときっちりね、仕事をしてくれてる警察官もいて、私の場合はむしろ守ってもらった側だったんで、
あそこで、私の伊藤さんとね、電話が繋がらなかったら非常にやばかった状況だと思いますよ。通訳もできないし。なんで、あとその間もずっと私を襲われないように守っていただいたんで、そう、ただ、ちょっと映画とか漫画とかドラマみたいなシーンだったんですよ。道の真ん中で、俺一人だけです。一人だけ、100人ぐらいの人たちに、囲まれまして、今この話をしてる時もまだちょっと心臓ドキドキなんですよ。はい。で、基本的には、最初はね、このエリアは撮影してはいけないっていうエリアだっていうのを、後からその場でね、なんか言われたんですよ。その通訳を介してね。ただ、後から、その伊藤さんが、深セン警察に、ですね、警察署に問い合わせて、問題にならない、大丈夫かっていうのを聞いたところ、そこは撮影禁止エリアではなかったんですよね。警備員が最初言ったのはちょっと違ったということで、別に軍事エリアとかでもないですし、別に普通に外国人が行っても、はい、撮影してもいい、エリアだったので、今回別に問題はなく、ボートみたいにならなかったので、私これ以上、警察は介入しないという、答えを伊藤さんが警察署に問い合わせて、そこまで確認、取りました。適当なことこの動画で言えないのでね。ほとんどの、今まで私が出会ってきた人とか、自分が旅先では、本当に親切によくしてくれた人ばっかで、誰もね、一度も、日本人だからみたいなことは、私受けなかったんです。本当に受けなかったです。どこに行ってもね。みんな丁寧だったんです。で日本好きな人も多いです。ただ、今回ですね、行ったエリアが、いわゆるその低所得層で、社会の中でいろいろ、追いやられてる人たちですよね。正直言うと、闇の部分を私は見に行くっていうので、今回動画を撮ってたんですけど、いろんな不満が溜まってる人たちっていう人たちの中で、厳しい生活をしてて、で、結構そういう、デモとか、ボートになりやすい、しかも日本人だったということで、うわーって一瞬なったんですけども、はい、マジでやばいと思いました。自分もね、考えが甘くて、ちょっと悪い部分は、かなり悪い部分はあるんですけど、なんで、とりあえず激安の飯、いわゆる5元飯っていうのはどんな感じなのかっていうのをちょっと撮ってるつもりだったんですよね。ただあそこまで、なってしまったんで、自分の中では相当、ビビりました。はい。で、100人に囲まれたことなんかないですし、逃げ場もないですし、もう円になって囲まれて、あそこで、警察官の人たちが守ってくれなかったら、そして伊藤さんに電話に繋がらなかったらね、本当に可能性はあります。はい。なんで、ちょっと今回、最後がね、動画の趣旨と変わってしまって、私のチャンネルではね、なかなか自分一人でね、トラブルっていうのは、最近少なくて、イレギュラーなトラブルね、飛行機が欠航するとか、そういうのは別としても、こういうことになるのはなかったんで、改めて中国の、闇の部分というか、なんでしょうね。田舎の方でのそのギャップですかね。自分たちがよく行くような、日本人が行くような場所はかなり、都会ね、民度も高くて、発展してて、結構富裕層も多いエリアが多いと思うんですけど、深センもそうですよね。だからキラキラな、ね、輝かしい深センの、30キロぐらい離れたね、同じ深セン市でも、そういった部分が、あるんだなっていうのは、すごく、動画としてもですね、はい、学びがあったのかなと思いますし、私としてもね、ちょっと本当に答えまして、やっぱり気をつけないといけないなっていうふうには思いました。で、あとやっぱりしっかり警察の人が守ってくれたっていうのは、ね、運も良かったでしょうね。あと伊藤さんに繋がったっていうのも。大事になる前に、なんとか回避できて、結局、襲いかかってこなかったのね、そういう警察の人たちがいたので、ですし、ちゃんと最後まで見届けて、ガードしてくれたっていうことは、これ事実ですから、はい、忖度なくね、中国のために言ってるわけでもなく、一自分の体験として、はい、皆さんは絶対に真似しない方がいいと思います。自分はそういうのを自分の目で見てみたいという好奇心で、いつも注意してね、やってるつもりなんですけども、今回はちょっと、
ダメだったですね。はい。今回の動画はもう本当これで終わりになっちゃうんですけども、そう、だから、華やかでね、IT 都市、AI 都市、ね、ガジェット都市とか、キラキラ新鮮みたいなのがあるんですが、一部の、外れたところとか、行くとそういうところがあるんだよっていうのは、皆さんにもちょっと周知していただいて、自分が身をもって今回ですね、体験してきましたんで、はい。で、今後はもうちょっとね、気をつけようと思います。深センは中国の、ね、中でも、大都市として数えられて、国際都市ですので、外国人の人たちにも、開放されてますし、外国人の旅行者が安全に旅行できる中国っていうのを、見せてる、街の一つでもあるんですよ。なんで、いろいろね、そういったところで、いい情報っていうか、安心感はあるんですけども、ちょっと今回はですね、ちょっと答えました。はい。だからといって、私が非難するつもりもなくね、自分がね、やったことに対して、ちょっと問題が起きてしまいましたので、はい。その人たちを怒らせてしまったというのは悪いなとは思ってます。はい。中国という旅行先での良さっていうのもあるし、リスクっていうのもあるし、それをちゃんと、両論併記じゃないですけども、しながら説明してるつもりではいるので、ただ今回、助けてもらったのでね、はい、なんとかなりましたけども、その辺で本当に感謝しますね。ということで、今回の動画ね、ちょっと最後、壮絶な、終わり方になってしまいましたけども、そんな、お話でした。ご視聴ありがとうございました。